皆さん、こんにちは。Welcome back to Sales Japanese Podcast. This is episode 7. 今回のエピソードは私の生徒であるユーミンさんへのインタビューの続きです。今回は、今ユーミンさんは日本で仕事をされているんですけれども、どういうふうに日本で、仕事を探したのかとか、日本で働くのが実際にどんな感じなのか、お話ししてもらいます。ユーミンさんは仕事があって日本に来たというよりかは、日本に来てから仕事を自分で探して、それも外国人枠とかじゃなくて、この他の日本人と同じような面接を受けて、今2つアルバイトをしていますが、どういう風にバイトを探しましたか？はい。今は本屋のレジ業務とアートミュージアムの案内スタッフとしてバイトをやっています。最初、留学エージェントと語学学校を利用したいけど、仕事は大半飲食店とか温泉旅館とかホテルで、自分はあんまり興味がないので、やはり自分が日本での求人サイトを使い始めました。日本人も、よく求人サイトを使いますが、使ってみてどうでしたか？私はよく使っていたのは、インディードとマイナビバイトとかバイドルとか、あとデューターもエージェントとして使いました。エージェントっていうのはどんな感じですか？自分が日本に来て、バイトだけでなくて、最初は正社員と契約社員、派遣社員、すべて応募してみました。で、正社員の仕事を探すときは、やはり私は、新卒ではなくて、仕事を探すには、転職エージェントを利用すれば、もっと情報収集には簡単だと思って、少し、背景説明ですけれども、日本では、あんまり転職をするっていうことがないです。私が住んでるスペインとか、あとは、生徒が住んでる台湾とか香港では、もう2、3年に1回仕事を変えて、そこで昇進していくっていう人が多いですけれども、日本では少しずつ変わってはいるけれど、まだやっぱり1回会社に入って最後まで働き続けるっていうような人が多いです。で、新卒っていうのは、大学を卒業したばかりの人っていう意味で、そういう人の方が、就職しやすいです。ただ、最近は業界によっては転職する人も結構増えているので、こういう風に転職エージェントとかがあります。では、今少し教えてくれたように、アルバイトも、派遣会社とか、あとは正社員も全部応募してみたと、言っていましたが、正社員として応募するのは難しかったですか？難しいというか、ややこしいと思い複ます。雑。複雑と思います。外国人として、外国での職歴があんまり重視されていないと気がしましたが、逆に日本語レベル、自分の日本語は、ちゃんと取引先とかコミュニケーションできるかどうか、それは決め手の一つだと思います。さっきも少し説明したように、日本では転職する人が結構少ないので、面接の時にも、重視されるのは職歴よりも、大学で何しましたかとか、あとは、あなたはどんな人ですかとか、人間性に関して聞かれることが結構ある気がします。じゃあ、アルバイトに受かるために、日本語のレベルはどのくらい必要ですか？日本語レベルは仕事探しにはあんまり問題にならないと思います。なぜなら、日本語レベルに応じてできる仕事が違います。例えば、もし自分が日本語をあんまり話せなかったら、体を動かす仕事もできるし、で、会話できたら接客の仕事ができる。うん。もし日本語が N4 とか5とか、あんまり自信がないようだったら、運搬とか、掃除とか工場とか、あとは飲食店のキッチンとか
で、コンビニエンスストアのスタッフとか、レストランのスタッフとかになると、接客がメインなので、N2 とかが必要になるかなと思います。ちなみに今日本は私たちが知っている限り、結構人手不足なので、アルバイトでもずっと人を募集しているところが多いので、もしある程度日本語を話せるなら、バイトはすぐ見つかりやすいかなと思います。では、応募してから採用されるまでの流れはどんな感じでしたか？はい。最初はネットで応募して、で、履歴書不要の場合は、簡単な基本的な情報を送って、で、履歴書が必要の場合は、やはり履歴書そのものをうん。送って、で、向こうは、審査、書類選考してから、面接に入るかどうか決めて。私自身が最後に仕事探しっていうか、アルバイト探しをしていたのはコロナの前だったので、その時はまだ履歴書は全部手書きで書くのが日本では普通だったんですけれど、今は PDF とかで提出してもいいんですか？はい、そうですね。主に、PDF でうん。作って送ったら大丈夫。うん、結構昔だと日本では台湾でもかな、手書きの字を書くうまさで、人柄が出るとか、その人がどういう性格なのか分かるっていう場合が多いので、手書きの時もありましたが、今は変化しているということで良かったですね。日本でじゃあ実際にいろんな面接を受けてみて、なんか面白いなと思ったこととか、受かりやすくなるコツとかありますか？日本ならではの質問は、やはり住所のうん。最寄り駅とか、うん、最寄り駅っていうのは、自分の家から一番近い駅だね。はい。やはり日本で生活するには電車が必要なので、通勤手段として、あと会社側も交通費を払うので、最寄り駅は、会社にとっては必要な情報だと思います。それから、バイトをする時の身だしなみ、それは面接する時も、会社側は説明うん。してくれる場合もあります。なんか、髪色とか、髪を染める時は、そのトーンが決められて。金髪はダメだけど、少し茶色なら大丈夫とかだよね。はい。それはちょっと面白いというか、ちゃんとお客様に不快の気持ちがならないように、スタッフさんはきちんと服を着て、で、自分の見た目を整えて仕事を始めるという、すごく印象に残ります。その身だしなみに関するルールがたくさんあるってことですよね。はい。それから、繁忙期に働けるかどうか、それも聞かれます。年末年始とか、お盆休みとか、多分自分が応募するのはイベント、もしくは、こういう時期に休めない業界なので、スタッフがちゃんと出勤できるかどうか事前に確かめたい。あとは金曜日の夜とか、週末に働けるっていうのも、はい。好まれますよね。はい。他の国では宗教上とかの理由で、例えば日曜日はみんなお休みとか、この祝日の日には、全部お店が閉まってるという国もありますけれども、日本では祝日とか週末は、営業のチャンスなので、レストランとかは全部空いている場合があるので、その時に働ける人は、採用されやすいかなと思います。じゃあ全体的に日本で仕事探しをするのはどうでしたか？感想は。私は仕事を探すときはこだわりがありますし、日本人と一緒に仕事をしたいという考えもありました。それで日本語能力を高めながら、日本文化を学べると思って、仕事探しには予想より時間がかかりました。では今本屋さんと、アートミュージアムで働いていますが、
実際に日本で働いてみてどうですか？日本ならではの職場の雰囲気とかありますか？やはり日本人の建前は、同僚の中にも仕事をするときは必ず敬語で使って、特にはお客様の前には、タメ口は絶対に NG です。アートミュージアムの方は接客に大切なので、最初は会社に行って、で、そこで接客マナーの必要なフレーズを学びました。バイト先にもよりますけれど、結構接客用語とか、接客日本語っていうのがあって、日本人であっても、ちゃんと、マニュアルとかフレーズを書いた紙が配られて、この言い方で言ってくださいっていう風に練習させられることがあるので、もし仕事用の日本語をまだ知らなくても、バイトに入ってからそれぞれの言い方を勉強できる場合もあるので、そこは心配しなくても大丈夫かな。で、この接客用語以外にも、接客マナー、例えば話し方、立ち方とかいろいろルールがあるかと思いますが、ユミさんの職場ではどうですか？そうですね。本屋だったらレジがカウンターがありますので、それは普通に立てば大丈夫です。でも、アートミュージアムの方はやはり立ち姿勢が、中止されていて、で、お客様を案内する時は、なんか、手の指し方もちゃんと意識しながらやっています。で、あと、お辞儀敬礼する時は、普通の挨拶の角度と、感謝の気持ちを表す角度、その中の差がちゃんとはい、ちゃんとあります。それを例えば普通に挨拶するだけなら45度で、こ謝る時は90度とか言われそうるいうはい。少し面白いと私は思います。日本って結構そういうお客さんの前では同僚とタメ口で話しちゃいけなくて、敬語で話さないといけないとか、結構厳しいルールがすごく多いとは思いますけれど、ユーミンさんは日本で働き始めてすぐ慣れましたか？それとも少し苦労しましたか？私にとっては、そういうルールは逆に、ルールに従うのはもっと簡単。もしルールが決められなかったら、自分がどういう風に、仕事をするのはちょっと不安になるよね、反応すればいいか。なので、ルールが決まることは、多分みんなきついと感じますが、と、外国人の私にとっては、ある一定のやり方を自分が知ることができるのは幸いです。面白い体験って感じそうだね。日本って結構日常生活での暗黙の了解とか暗黙のルールってあるよね。例えば電車ではこれをしちゃいけないとか、こういうことを言わない方がいいとか、これは着ない方がいいとか、そういうルールがあって、それを、全部調べるのは難しいですし、それを知る必要もそんなにない、外国人で日本に来て全部それに従わないといけない必要は全くないので、日本の仕事場で働くと日本でのルールがいろいろ知れて、ちょっと、面白い体験になると思います。では、日本での仕事探しとか、仕事環境について教えてくれてありがとうございました。次のエピソードでお会いしましょう。